さて、前回の動画に引き続き白根のタコ合戦パート2をお送りしていきたいと思います。今年の白根のタコ合戦、私は東側の台町組、そして西側の弁慶組からタコ揚げに参加させていただきました。今回の動画ではお祭りの中で出会った白根の人々を通じてタコ合戦をもう少し深掘りしていきたいと思います。この日は台町組の南さんと待ち合わせをして、ユニフォームであるハッピーをお借りするところからスタートです。準備ができたらタコ合戦の会場となる中野口川の土手を目指します。何やらたくさんの糸がタコから出ていることをお気づきになったと思います。ちょっと簡単にではありますが、タコがどのように作られているのかご説明したいと思います。まずタコの裏側から見てみましょう。格子状に棒がついているのが見えますか？これがタコの骨と言われるものです。縦の骨は真竹、横の竹は妄想竹という2種類の異なる竹を使っています。この竹、各組の皆さんで竹林の中に入っていって竹を取ってくるところから始まります。続いてタコの表側を見てみましょう。タコの各所から細い糸がたくさん出ていますね。これは鼻緒と呼ばれる糸です。これはタコの動きをコントロールする重要な役割を果たしています。で、その鼻緒の他にもう一本太い中心となる綱がつきます。これが元糸という綱です。この元糸に先ほどの鼻緒の束を結びつけていっています。実際にタコを揚げるときに綱を持って走るときや合戦の時に引っ張り合うのはこの元糸の部分をつかみます。この元糸ですが、各組に名人と呼ばれる達人がいらっしゃるそうです。で、100日かけて手編みでよってこの元糸を作っていきます。直径の太さは 2.5 センチ、長さは130メートル、重さ40キロの綱になります。この元糸、引っ張り合って傷んだり合戦で切られて短くなっていったりしますので、だいたいですね、寿命5年ぐらいなんだそうです。寿命が来たらまた新しく作り直すのですが、ちなみに皆さんこの元糸作るのにだいたいいくらぐらいの費用がかかると思いますか？なんと1本200万円もかかるんだそうです。組の皆さんでお金を出し合って作った元糸ですから、長く少しでも使えるように皆さん大事に扱われています。こうして見ていただくと、タコが上がるまでに大変な時間と労力とお金、そして何よりもこの合戦に関わる人々の愛情と情熱と技術の結晶であるということがお分かりいただけるのではないでしょうか。こちらは弁慶組のはじめさん。この日は川の西側に属する弁慶組さんに参加させていただきます。まずは白根神社に参拝して合戦の成功を祈ります。ちょっと言葉は強いことになるかもしれませんが、怒ってるわけじゃないんで、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。箱どうぞ、もういいですか？弁慶組の皆さんは本番前、こちらの公園でタコの最終調整をしているようです。弁慶組の皆さんにはですね、お一方お一方本当にお世話になりました。
尺の都合上お会いした方全員をご紹介することできないんですけれども、出会ってくださった皆さん、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。その場所場所によって役割が違うんですね。で、先頭を走るところを枠持ちのねでタコ枠持ちっていうんですけど、枠持ちで、その人はタコを揚げるときに先ほどご紹介した元糸という綱を掴んでタイミングを合わせてみんなで走り出すのですが、その際に要となる役割の人々がいます。一度そのタコが上がる時の映像をご覧いただくとイメージがつきやすいと思うので、こちらの映像をご覧ください。元糸を持って走る皆さんにご注目ください。その場所場所によって役割が違うんですね。で、先頭を走るところを枠持ちのねでタコ枠持ちっていうんですけど、枠持ちで、その人は要は走るための道筋を自分で声出して、前に人がいない邪魔なものを全部もどけて突っ走る。で、綱がたるんじゃうと、タコに力がこう抜けちゃうんで、他の人よりも綱に力を感じながらこう前へ前へ走る感じ。で、今度その中間っていうところは、そのたるんだ綱をたるませないために、みんなで一生懸命声出してやるんですね。で、最後コラエっていう場所があるんですけど、私そのコラエの近くのところで作業するんですけど、そのタコを交差させるために川側の方に落とす時の要の場所がコラエになるんですよ。だけど基本的にはその枠持ち、中間、コラエ。でもこのコラエと枠持ちの方だと距離がかなりあるんで、意思の疎通できないんですよ。声が届かないから。そこで大事になってくるのはこの中間にいる人たちで、俺らが走れとか止まれって言ってるのを意思の疎通を図るために、この中間もちゃんと大事で、みんなで声出して今伝達することがすごい大事。タコを揚げる上でのこういった重要なポジションは責任も重いですが、その分花形のポジションでもあるようです。なりたいと思って手を挙げればなれるというわけでもなく、先輩や仲間たちの信頼があってこそなれる役割のようです。またタコを揚げる人は若手メンバーが中心です。これはやはり体力が必要だからだと思います。これ私は身をもって体験しましたが、じゃあタコ合戦は若い人たちだけのお祭りなのかというと、決してそうではありません。当日の風の動きを見て最後の最後まで鼻緒の調整をしたりと、ベテランの技と経験値も必要です。どの世代の人にも役割があって、その時その時で求められる仕事がある。タコ合戦はまさに白根の人々の総戦力で成り立っているお祭りです。ちょっといろいろお願いというか、あるんで、この日鯛町組さんの打ち上げに参加させていただきました。その日の振り返りや明日に関する連絡事項なども伝えられます。それが終わればあとは宴の始まりです。白で大凧合戦いきますよ。鯛町いきますよ。鯛町上がりました。上がりました。上がりました。はい。出てきます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 。うわー。ボーン。でも鯛町は最近ね、空中でうちのタコに交差をしてくれれば、うちはここでぐるんぐるんバター。嘘。そんなにできる。オッケー。これ鯛町。はい、行きましょう。行くぞ。飲み会の締めは明日へのカツを入れて終わります。
あとなんか白根高校自体が総合的な授業ってんですよ。地域と密着する。そういうの好きで、進学校とかよりはこっちの方が絶対楽しいと思って。なるほどね。そうしたらこちら地元白根高校に通う元気くん。白根高校にはなんと部活動の一つにタコ部というものがあります。白根ならではという感じですね。そんな白根高校のタコ部で部長を務める元気くん、目をキラッキラとさせながらタコ合戦のこと、タコの仕組み、日本におけるタコの歴史などたくさんのことをとっても分かりやすく教えてくれました。元気くんのような若者がこれから白根タコ合戦を、そして新潟を盛り上げていってくれるんだろうなという楽しい期待を持って彼とお話しさせていただきました。僕も遠藤さん家でお世話実際に行っていろいろ教えていただいたり、そういう面でもマスターですね。そうなんですね。そんな元気くんのタコの師匠がこちらの遠藤さんという方です。遠藤さんはタコの町白根におけるタコ名人として有名な方です。元気くんと遠藤さん、お二人のタコが好きというピュアな情熱がバシバシと伝わってきます。素敵な師弟関係ですね。ということでお送りしてまいりました白根のタコ合戦パート2、いかがでしたでしょうか。タコ合戦を観戦する際はぜひこちらのゲストハウスグーグーさんでのお泊まりをおすすめいたします。私も今回も大変お世話になりました。それではまた白根に遊びに行きたいと思います。白根の皆さん、本当にありがとうございました。